今回の産業まとめ。社会ニュースランキングの紹介。なんか偏ってる？あっち系だらけ。韓国メディアニューシス、社会カテゴリーのホットニュースランキングをご紹介します。2021年6月15日のものです。最新ニュースの第10位は、わずか20歳の美容師に、背が低い女は何々、背が高い女は何々、性的侮辱50代。第9位は、ユン・ソクヨル最側近、ユン氏妻の母、ソングクの10倍以上徹底的に操作された。これは政治のお話。第8位は、チキンを頼んだら、揚げられた絞った布巾を配達した業者。本当におぞましくて、って布巾のフライが混ざってたようですね。第7位は、珍事でジョンソン&ジョンソン対象者にアストラゼネカ接種。し損じた。保健所に申告。これはワクチンの種類を間違ったようです。第6位は、後ろから10代女性の頭。服に小便をした30代。二審も無罪。これ無罪なの？どうして？第5位は、アンヒジョン性暴行に精神的に大きな苦痛。3億訴訟を始める。アンヒジョンって誰なんだろう？第4位は、路上で性交類似行為30代男性。証拠ない。無罪宣告。性交類似行為ってなんだろう？画像を見るとお触りって感じだけど。第3位は、いやらしい映像を見せた後娘にひどいこと。人面重心父。人面重心って何かな？どっちにしろ怖そうだね。第2位は、同窓生に売春2145回強要。過酷な行為した。悪魔の友達。うわ、またこんなの。そして本日の第1位はこちら。彼氏と寝ていた女性に性暴行した30代。記憶ないが疑惑認定でした。なんかあっち系が多いね。編集所感。今回の概要。それぞれの報道をちょっと掘ります。些細なトラブルから重大犯罪まで。この後統計情報発表です。何気なく見ていたら、ちょっとランキングが偏っていたので面白そうと思ってご紹介しました。ネタに困ったんじゃないかって、ちょっと北朝鮮ネタをしようと思ったけど乗り切れなくてね。これはあくまでこの日のある時点のランキングを並べただけなので何の対もありません。ただ、男女のトラブルに関わるニュースが大半でしたね。9位が政治ネタ、8位がチキン配達のトラブル、7位がワクチン接種で間違ったという話。それ以外がいわゆるセクハラとか性的な暴行とか、そういうのばかりですね。まあ、いつもこうなのかどうかわからないけど。実は月間ランキングと年間ランキングもあって、それも紹介しようと思ったけど、あまりにも長くなるのでやめておきました。どちらも結果は同じですけどね。大半がそういう男女間の性的なトラブルです。まあ、この傾向について私からはあえて言いません。それだけ社会の関心が高いのかもしれませんね。違うって？単純に多いだけ？それについては具体的な数字がわからないので、あくまでそのように思えますというところに留めておきます。どこで調べられるかな？10位はいわゆる卑猥な言葉を投げかけたセクハラに当たるということのようです。冗談を通り越して侮蔑感があったということですね。これは200万ウォンだから20万円弱の罰金刑だそうです。6位の女性に尿をかけたのと、4位の性交類似行為をしたという2つの事件で無罪だったようですね。酔って外でおしっこしてた男性がいて、それが家に帰って気づいたら髪と服についてたんだって。証拠不十分で1審も2審も無罪ということです。1年半前の事件みたいだけど、裁判って時間かかるんですね。どうでもいい内容でしたね。5位のアンヒジョンですが、これは元チュンチョンナムドの同知事で、MeToo 運動で秘書がセクハラと性暴行を訴えて失脚。結局3年6ヶ月の実刑判決となった人ですね。民事でも損害賠償請求されるようで、その金額が約3億ウォン。日本円だと3000万円弱ですね。4位の性交類似行為ですが、これは人通りの多い場所で男女が性行為をしたんじゃないかってことのようですが、こちらも証拠不十分のようですね。3位は家族内での事件のようですね。父親が小学生の娘にわいせつな映像を見せて、その後性的な暴行に及んだそうです。2審のようですが、1審と同じで懲役12年だって。そりゃそうだよね。母親は保護義務を怠ったとして懲役4ヶ月執行猶予1年。
長男もお風呂に入れてあげるからって言ってわいせつ行為をしたそうで、こちらも実刑だって。家庭が壊れてるよね。これから大丈夫なのかな。2位はタイトルだけでもおぞましいですね。男女が同級生を監禁して1年以上売春させたそうです。その回数が2145回に及ぶとか。それで稼いだお金なのか、2億3000万ウォンを家に保管していたとか、2300万円弱だから、へえ、そのくらいの金額なんだ。結局真冬に冷水浴をさせたり睡眠妨害をしたりしてたら、被害者の方は亡くなったそうです。とんでもない事件ですね。1位の事件ですが、カップルと男性の友人と3人で飲んでいてみんな寝ちゃったらしく、先に起きた友人の男性が犯行に及んだということのようです。すぐに彼氏の方が起きて発覚したとのことですが、容赦なく警察に通報したようですね。逮捕された人は、酔っ払って覚えていない、ということのようですが、容疑は認めているということですね。この場合どのくらいの刑になるのかな。日本でも韓国でも。今ランキングを見たら4件入れ替わってるんだけど、新しいものも全部あっち系だよ。あ、違った。社会じゃなくて全国ってカテゴリーか。それでも大体同じだね。全国カテゴリーでも、ワクチン間違い2件以外は全部あっち系だ。あ、ちょっと統計庁に統計があったのでご紹介します。日本のは総務省統計局にあった。なんか韓国がちょっと怖くなってきた。ちょっとほら、そういう印象だけで話すと良くないから、統計情報を調べてきたよ。視聴者の皆さんにも漠然と捉えてほしくないからね。ゆるりんってそういうところ無駄にきちんとするんだね。別に印象でもいいじゃん。ほら、一応国家の沽券にも関わるからさ、また韓国の人に日本の右翼はあって変なコメント書かれても困るし。書かれたの？わざわざそんなの書くんだ。ねえ、おじいちゃんだって書いてあったけど、さておき、韓国は夜間も安心して歩けるらしいよ。66.5% がそう感じてるんだって。なんか微妙な数字だね。3人に2人か。韓国の統計庁は10人中7人って言ってるよ。普通そこ切り上げる？ 6 人でしょ。知らない。で、男性が 83.1% で女性が 50.2% だって。うわ、何その差。女性にとっては怖い場所ってことじゃん。それはあくまで白雪さんの感想ってことで。いや、ゆるりんだってそう思うでしょ。2人に1人が安全じゃないって言ってるんだよ。まあ、正直怖いかな。あとは視聴者の皆さんの判断にお任せします。これ、2020年の調査結果です。最新じゃん。次は性犯罪について調べてみたよ。件数としては10万人あたり 61.9 件だって。これは多いのかな？わかんないよね。最近は横ばいみたいね。性犯罪はデリケートな問題だから、被害届出さない場合もあるから目安だね。日本はどうなの？あ、でも基準が全く同じじゃないかもだよね。なので参考までってことで、日本は2020年のデータだと、強制性交等と強制わいせつを合わせた数が5486件。これは、どうなの？多いの？数は減ってるけど、強制性交等はちょっと増え気味なのかな。10万人あたりとかは？人口1億2536万1000人だから5486を 1253.61 で割ると、4.376 くらいだね。うわ、少な。あくまで認知件数だからね。基準とか社会の違いもあるし、皆さん、参考までに。集まれ、白雪姫の、てんこ盛り。前にヒステリックな彼女の話したでしょ。あれは怖かったね。今日はね、ミステリックな彼女の話なの。あれ？ミスティックだっけ？ミステリアス？ミステリアスだね。ミスティックだとちょっと宗教っぽいかな。同じ職場で働いていた女性でね、不思議な人がいたんだ。その人が言うにはね、職場の近くはその昔、と言っても明治時代、とかだったけど、墓場だったって言うんだよ。近くね。お墓の上にビルを建てたわけじゃないんだ。それでね、朝出勤するときとか、帰るときとかに、時々落ち武者が出てきて話しかけてくるんだって。しかも、
なんだかんだって文句を言ってくるって。もう、うるさいからあっち行って、とか言うと、通行人が変な目で見るし困ってるんだって言ってた。ちょっとした病気かなって思うでしょ。私も最初はそうなのかと思ってたんだけどね。本当に見えてるっぽいんだよね。私は結構そういう人の話は信じちゃう方かな。見えるって言ってるんだから。そうなんだ。それでね、そういうのを絶対に信じないタイプの上司がいるんだけどね。ある日、あいつは本物やってボソッと言ってたんだよね。なんでだろう。知ってるはずないのに、とっくに亡くなってるその上司の祖母のこと、知ってたって。へえ、じゃあ本当に本物ってことなんだ。よく聞いてみたらね、上司の亡くなったおばあさんが上司の後ろにいて、そのおばあさんが話すことをそのまま伝えたら上司がびっくり仰天したらしいよ。おばあちゃん、ここにいるんやなって。背後霊とかって本当にいるんだ。でもご先祖様ならいいね。その女性は会社には1年くらいしかいなかったよ。いつの間にか退職しちゃった。少しだけ怖くてあまり話しかけなかったんだけどね。もっといっぱいお話ししたかったなーって今頃思うんだ。白雪さんも聞けばよかったのに。でも自分の後ろにいるお亡くなりになった人のこと、怖くて知りたくないよね。大好きなおばあちゃんとかなら別にいいんだけど。そういうネガティブな結果もあるのか。全然知らないおじさんがいるねって言われたら怖すぎる。落ち武者だったりしてね。何それ怖ん？眠れない。